名前は長野美和子と言います。私はそうですね、今72歳です。そしてずっと大学出てから全然違う事務系の仕事をしてました。でも子供の時からこういうものを作ることが好きでした。これからのれんの染めを始めます。これは麻っていう切れです。ちょっと目が木綿とかとは違ってだいぶ粗い感じなんですけど、日本のお店ののれんとか家の部屋同士の間につったりして生活を彩るアイテムの一つです。その当時新聞広告で着物の友禅職人の内職ってわかりますか？会社から請け負って家でパーツ仕事ですね。安い賃金なんですけど、そういう仕事をいただいて技術を少しずつ身につけて、で最終やっぱり着物ちゃんとしたの染める仕事に携わりたいっていうことで子ども保育所に入れられたので会社へ勤め出しました。ここの糊、なぜこれを置くかっていうと、ここは白い色がここへ入らないように、それぞれ色がひっつかないようにする役目をするものです。で自分の工房を持ったんです。工房を持ったのが42、3年前ですかね。それから少しずつ着物を染めて、それが忙しくなるとたくさん注文が来だして結局体を壊しちゃったんですね。夜もずっと仕事してお金が結構いい値段になってたので、でも体を壊して気づいたことはやっぱり無理が効かない。たまたまこの麻の切れに出会ってこれを染めてみようっていう気持ちになったんです。そしたら着物はシルクなので動物繊維なんです。でこういう麻は草から紡いで糸にして織ったものなので植物繊維です。そしたらそれに使う染料が全く違う染料を使いますのでね、安定して色が出せるようになってからのれんをきっちり染めて、のれんとそれからいわゆるテーブルマット、プレイスマット、それからコースター、そういうものを染めて加工していろんなとこで販売するようになったんです。よそのを見て口コミで来られるお客さんが多いです。それとは別にオリジナルの今まで手がけてきたのれんとかテーブルウェアとかそういうものを直接販売もずっと続けています。今までそういうのれんとかテーブルウェアを作ってたんですけど、すごく平面的なものばっかりなのでどうしても立体的なものが欲しいなっていうことで自分が持つカバン、そして小さな袋物、そういうのはせっかく染めてますのでその切れを使って自分で使ってみようっていうことから始まって、だんだん人のいろんな方に見てもらうと欲しいっていうことになって、で本格的にバッグ、そしてポーチ、ポシェット、そしてガマ口とかを作って販売しています。これがコースターになります。で
表と裏と両方使えることができるんですけど、これは日本人は着物を着ますので、ああいう振り袖、お祝い事によく着物を着ますので、こういう頭に刺すものとか、こういうブローチとか、こういうものとセットで髪に飾るとかいろいろ考えてはいるんですけど模様とデザインがすごいシンプルですので、どこに飾っても邪魔な感じがしないっておっしゃっていただいてます。それは日本の方も同じようなことをおっしゃいますね。シンプルイズベストですこんな感じです。これが今度完全に乾かしてから、今度これを蒸し加工します。色を蒸すことによって反応を起こして色が定着します。そしてからここの糊を洗い流して、もう一遍ここで干します。コロナ前はいろんな外国の方に販売もしてたんですけど、そういうのが一切途絶えてしまったので、今度私のものをいろんな角度から見ていただいたanjapan.jp のサイトを見て、よろしかったら購入くださいませ。